するこの口。お、食ったー。よっしゃー、ええの来たよ。この生地具スローを巻くだけ。すごいな、がっぷり丸飲みや。昭和巻きジギング SMJ です。今回は三重県の尾鷲に来ています。で、尾鷲の磯でね、狙うのは、根魚ロックフィッシュですね。今回の狙い方、これはね、SMJ ですね。SMJ で、ロックフィッシュを狙いますのでよろしくお願いします。で、SMJ って何よっていう話なんだと思うんですけれども、これね、昭和巻きジギング SMJ なんですね。ショアから巻くだけで釣れるジグ、これを使ってロックフィッシュを狙っていきます。非常にね簡単なジギングです。今までのね従来のジギングとはもう全然違うね、しゃくらない新しいジギングですんで、その新しい世界観をぜひ皆さんご覧になってください。巻くだけ簡単 SMJ。 朝一はとりあえずは青物を狙ってみますね。青物狙って、その後根魚狙い。表層をやってみますね。浮いてるやつはいないかな。お、なんか当たった。追ってる今追ってたね。表層で当たった。青物狙いはジェット、根魚狙いはスロー、そんな使い分けですね。はい、従来ねショアジギングっていうと激しくねジャークさせて青物を狙うっていうスタイルだったんですけれども、そんなスタイルはもう古いです。これからは楽で簡単にいろんな魚を釣るっていうのが新しいショアジギングですね。で SMJ ショア巻きジギングなんですけども、ショアっていうのはもちろん岸からですよね。でショアからのジギングの中で新しいスタイル、巻きのスタイルですね。だから巻いて釣る、これ巻きジグっていうね巻いて釣る専用のジグなんですけれども、ただ巻きで魚は釣れます。だからメタルジグただ巻きでねやって本当に魚釣れるのって不安に思う人もいてると思うんですね。メタルジグなんてそのジャークさせてなんぼだろうっていうのはね、そういうね考え方もあるんですけど、やっぱりこのブレードがついているっていうのが圧倒的に大きいです。でブレードのきらめきで誘えるっていうのがやっぱりあるんで、巻きジグで根魚、巻きジグで青物、両方狙えますんで SMJ ショア巻きジギング、これをねぜひ楽しんでください。これトリプルクロス TCX962 の MH/SRJ ショアラバ&ショアスロージギング用ですね。ルアーが今巻きジグのスローなんで、バランスというか相性的にはぴったりですね。巻きジグのジェットフライングシェイプっていうボディ採用してるんで、空気抵抗少なくてやっぱりロングキャストが可能になりますね。だいたいジェットで狙うのは青物が多いですね。ぶっ飛ばして遠くのナブラなんかも攻略するっていうような感じの使い方で、こっちの巻きジグのスローの方がちょっとね沈下スピードがゆっくりなんで、ボトムにいてる根魚に対してのアピールっていうのも強いですね。ジェットでとりあえず一通り青物を狙ってみて、その後スローで
根魚を狙うっていうのが割とオーソドックスなスタイルだと思いますね。で常にね両方用意しておいて、ナブラが出たらジェットでぶん投げて遠くの青物を狙って、で青物ナブラなくなったらまたスローで根魚を狙うっていうような感じのスタイルがおすすめですね。お、なんかヒットした。なんだ巻きジグスローを巻くだけ。さあ魚は何やろうね。根魚やったら嬉しいけど、スローの40。磯でした。これ巻きジグのジェットですね。これでサーチしてみます。表層から着水してすぐ表層チェック。表層で当たらないのでちょっとボトムまで沈めてみますね。そんな深くない。ジェットで青物狙いからスローで根魚狙いに切り替えていきます。作戦変更。巻きジグのスローの 40g ですね。水深もそれほどなく、潮もなく風もなくなんで40から30に変更します。40g から 30g ですね。でちょっとローライトなのでゼブラグロー系でやってみます。巻きジグのスローね、リトリーブで狙ってもらうのがオーソドックスな狙い方なんですけども、こうやってリフト&ホールで当たりを取っていくっていう使い方も有効です。ホールの時にね、ブレードがくる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 と回転しながら沈んでいくんで、ボディのフラッシングプラスブレードのフラッシングダブルで支えます。で重旗はね巻いた方がよく当たるんですけども、赤旗はこのリフト&フォールの方がどっちかっていうと反応がいいですね。目の前に落ちてくるものに対して反応がいいのが赤旗で、横の動きに反応がいいのが黄毛旗。同じルアーでもね、そうやって使い分けすることによって釣れる魚のバリエーションも増えますんで、リトリーブの釣りとリフト&ホールの釣り、これはもうぜひね両方やってみてください。
結構エギングロッドみたいにリアグリップの短い竿でやるとすごくやっぱり手首の負担が大きいんで、リアグリップが長いこうやって脇でホールドできる竿でやってもらうと、安定したリトリーブが可能になる。より快適にね、より楽にやってもらうためにも、このトリプルクロスの SRJ っていうシリーズ、これがおすすめですね。で硬さ的には MH か M かで、その使うジグがちょっと軽いめのもの 20g、30g だったら M で大丈夫ですし、40g、60g だったらやっぱりこの MH が必要になってきますね。で磯からやる場合は、基本的には MH がメインになると思いますね。堤防からだったら M でも割と大丈夫だと思います。はい、SMJ で使うタックルはこの2本ですね。まずはこっちの方は TCX962 の MH の SRJ、ショアラバージギング用の竿ですね。これ本当にねティップが柔らかくって、非常に繊細なのでボトムの着底なんかも分かりやすいで、バラシも少ないっていう竿ですね。でこっちの方で使うメタルジグは、マキジグのこのスローですね。マキジグのスローと962の MH もしくは962の M の、SRJ ショアラバの竿で、この巻きジグを巻くだけで狙っていきます。でジェットで青物狙うんだったらもうこれ出来合いの竿ですね。僕いつもこれです。 1002LSJ ライトショアジギングモデルですね。でこの巻きジグのジェットで青物狙い、そういう感じの使い分けでやってます。ジェットで青物、スローで根魚、どちらも P ライン、これは弾丸ブレードの1号ですね。でその先に使っているリーダー弾丸フロロの、30ポンド前後を使ってもらうといいと思います。で足場がね割といい場所だったらね、25ポンドぐらいでも全然大丈夫ですし、やっぱり磯からっていうんで、しかも大きいね青物釣れたり、でっかい大物旗釣れたりする場合だったらやっぱり40ポンドつけた方がいいと思いますんで、場所によってその辺はケースバイケースで選んでください。PE は1号で大丈夫だと思います。当たった。なんかちっちゃい魚が上がった。そうやな。エソでした。割とね色の白いエソなんで、これは砂地にいるエソですね。同じとこで食った。ヒット。やっぱり根があるところやな。巻きジグスローの 30g。よいしょ。大門。はい、大門旗ですね。やっぱり大門旗は巻きの釣りですね。でボトムまで着底して斜めにこう巻き上げてきたらゴツンと当たりましたね。でやっぱりこれブレードですね。ブレードが効いてます。ブレードにゴンと当たってきてリアフックに乗ってるっていうような感じですね。でこれ巻きジグのスローなんですけれども、こういう木の葉のような感じでひらひらと落ちていくんで、根魚に対してのアピール力がすごく強い。でこのブレードもね、海中でくる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 と回りながらフラッシングしてるんで、リフト&ホールで使ってよし、リトリーブで使ってよしと、2つの使い方でぜひ狙ってみてください。尾鷲の海域ではこの大門旗と、赤旗と両方狙えると思いますんで、赤旗ならやっぱりリフト&ホール、大門なら巻きの釣り、そんな感じで狙い分けてもらうと超過も伸びると思います。でロットの方がトリプルクロスの962の MH の SRJ、
SRJ っていうのはショアラバージギングとかショアスロージギングなんかに向いてる釣りなんで、この巻きの釣りにも相性ぴったりなんで、ぜひぜひ巻きジグスローの方はこの SRJ でやってみてください。ショア巻きジギングは SMJ です。大モウハタ非常にね食べて美味しい魚なんですけれども、ちょっとねこれは可愛いサイズなんで逃がしてあげてください。極力ね根魚はもう必要最小限のキープで末永く楽しみましょう。よし、じゃあ次はサイズアップですね。SMJ、ショア巻きジギングで使うメタルジグはこの2タイプですね。巻きジグというシリーズなんですけれども、こっちの細長い方、これは巻きジグのジェットって言いますね。細身のシェイプで、フライングシェイプっていうね、ボディを採用してます。で非常に飛距離が出るっていうのがもう一番の特徴ですね。で沈むのも早いんでボトムも取りやすいし、テールのねブレードが、この邪魔にならないようにキャスト時にこうやって寄り添うような形になるアイをねあえて横につけてるんで、キャスト時に邪魔にならないように飛んでいくっていうのが特徴ですね。こういう感じでね。で青物狙うんだったらやっぱりジェット、遠くのナブラ打ちたいですからね、ナブラ打ちなんかにもジェットが効きます。ロックフィッシュ狙いだったらこっちのもうスローの方が圧倒的に、結果が出ます。でこれ落ちる時ねこうひら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 とね木の葉のような感じで落ちていくので、フォールの時にすごくねアピールがいいっていうボディになってます。でそれと同時にこうやってねブレードがこう回転するんで、それも一つのアピールポイントですね。特にね大モウハタはこのブレードのきらめき大好きですね。ワームで使うなんか時でも、やっぱりあえてねそのブレードを後からつけて後付けセッティングすることもあるぐらいなので、巻くだけでこうそんなにねバタバタバタと泳がないんですね。どっちかっていうとこのやっぱりブレードの方でアピールさせて食わせるっていうコンセプトなので、だからボディの方で誘うっていうよりかはこのブレードで誘うっていう感じなので、巻き抵抗がね比較的楽です。結構ねフォールの時も当たるんで、リフト&フォールとリトリーブと両方試してみてください。巻きジグのスローです。やっぱ釣れるところはだいたい一緒やな。この辺やな。着底させてすぐに巻く。ボトムが取れる範囲内でなるべく軽いものを使うっていうのも根がかり回避の一つの特効薬ですね。40g より30の方がやっぱり根がかり率は減ります。30g より 20g の方が根がかり率は減る。でもボトムが取れないのに闇雲に軽いものを使うのはこれは逆に根がかりが増えます。なぜかっていうと着底しているのにそれが把握できずにボトムに放置されてしまうからで、ルアー自体が引っかかるっていうケースももちろんあるけれども、結局そうやって放置してしまうとリーダーが横たわってしまうよね。で今度動かし始めた時にそのリーダーが岩とかに引っかかってしまうっていうケースもあるんで、着底したらすぐに立ち上げるっていうのがやっぱり一番根がかりを減らせる方法ですね。どうしてもねロックフィッシュ狙いの場合根がかりゼロっていうのはねもうかなり難しいです。それでも可能な限りやっぱりロストは減らすべきなので、着底が把握できるギリギリの重さを使うっていうのが目安ですね。ちなみに巻きジグスローは20、30、40、60とありますんで、30だけ40だけっていうんじゃなくて、やっぱりできれば3種類ぐらい用意しておいてもらうといいと思います。でもし巻くだけで当たらなかったらぜひねリフト&フォールも試してください。リフト&フォールにしか反応してこないっていうケースもありますんで、ずっと
沈めて、ふっとテンションが抜けたところが着底、ね、今で受けた。ずーっと沈めて、はい抜けた。ずーっと沈めて、はい抜けた。はい抜けた。こうやってティップのテンションが抜けた瞬間が着底のやつなんで、それを見落とさないように。でこれがやりやすいのがトリプルクロスの SRJ シリーズ。ショアジギロットよりもティップが柔らかいんで、ティップで当たりが取りやすい。こういう巻くだけね、リトリーブの釣りでもルアーが弾かれることなくティップがぐんと入るんで、ショアスローの釣り、あとはジグラバースルーみたいなキャスティングタイラバの釣り、そういう釣りはやっぱり専用ロッドでやってもらう方が釣果は伸びると思います。でも時代は SRJ からもう SMJ にね向かいつつありますね。ショア巻きジギング、ショア巻きジギングはね、皆さんへの俺からのギフトだよ。ショアジギはね、今までもハードルが高くてとてもじゃないけどそんな体力はないって思ってた人もね結構いると思いますけれども、これは楽。 SMJ はぜひね、今までショアジギ躊躇してた人にやってもらいたい。ショアジギのデビューにはぴったりの釣りですね。赤旗も釣りたいけど、赤旗はねもっと岩礁帯なんですよね。ここはあんまり目がない。そういったところはどっちかっていうとやっぱりね大門旗のポイントになりますね。大門旗はもう駆け上がりとか砂地でもちょっとしたもうつぶねみたいなのがあればそれにつくんで、尾鷲はね大門も赤旗もよく釣れるけど、ポイントによっては赤旗ばっかり、ポイントによっては大門ばっかり。ここはどっちかっていうと完全に大門ポイントですね。よっしゃ食った。よっしゃゴリ巻き、ウケ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 。よし赤旗、よっしゃこれが巻くだけのロックの釣り方ですね。でロックフィッシュってね本当にもうワームでねボトムネチネチやるイメージあると思うんですけれども、こういうねメタルジグで巻きの釣り、それもありですね。綺麗な魚ですね赤旗は。今日もね大門当たってるのはやっぱりリトリーブ巻きの釣りですからね。ほらね、来た来た。さあなんだこれは。浮いてこい浮いてこい、目に入るなよ。何事もありませんでした。食った。根がかり外れたところリアクションバイトですね。根がかり外れたタイミングに食ってくることはやっぱねよくありますね。これはどんな釣りでもそうなんですけども、
ショア巻きジギングでも根が刈り外れたタイミングはチャンスタイムやと思ってください。そうでした。よっしゃ、来たよ。よっしゃ、来た。青門っぽいね。よっしゃ、2から一気に引きずり剥がす。生地ぐスローを巻くだけ。あとはゴリ巻き。よし、すごいな、がっぷり丸飲みや。がっぷり丸飲みね。でボトムつけて中層ですね。中層まで追いかけてきてガツンとひったくるような感じのあたりでしたね。でもこのサイズでもね、根に入ったらかなり難しいんで、もう一気にゴリ巻きですね。これ対抗のあるいい大門旗やね。餌もよう食べてる。ほら見て、リアフックね、やっぱりブレードが効きますね。大門旗はやっぱりブレード好きですね。巻くだけ簡単、巻きジグスローで SMJ 楽しんでください。はい、がっぷり丸飲みやねこれ。はい、ショア巻きジギング SMJ です。大門旗、僕は極力リリース派なんですけれどもね、これ今ねエラーにかかっちゃって、でもうこれリリースしても、もう伸びていけないんで、美味しく森庵にいただいてもらいます。森庵、これは俺からのギフトだよ。あ、たけしさんだ。もしもし。わかりました。はいはい。撤収やって。はい、巻くだけ簡単 SMJ ショア巻きジギングですね。狙い通りね、ロックフィッシュ大門旗が釣れました。で、本当にね簡単な釣りです。ボトムまで沈めて、中層ぐらいまで巻いてまた沈める、ボトムまで沈めてまた中層まで巻いてまた沈める、これの繰り返しですね。本当にねボトムさえ取れればできる釣りなので、その釣り初心者でも釣り初めてやるっていう人でもできる釣りだと思いますね。でショアジギングねやってみたいけどどうだ難しそうだなっていう人にこそやってほしいっていうのがこの SMJ の釣りですね。で巻きジグでね本当にやってもらうとブレードでね簡単に魚を誘ってくれるので、ジャークさせてももちろんいいんですけれども、引き抵抗の少ないメタルジグでやっぱりゆっくり巻いてもらうっていうのもありですね。前回ね、オーラの一文字で、ハマチはねジェットで釣ってますけれども、今回はスローを真似魚で釣るというテーマはねなんとかクリアできたらなと思います。まだまだこの、尾鷲の海ではね年末年始釣れますんで、ぜひ尾鷲の海遊びに来るときは大ちゃんと船さんおすすめです。で船長ねやっぱりすごくねポイントに精通してるんで、根魚が狙いたいんだったらどこどこで、青物が狙いたいんだったらどこどこってねちゃんとね安心してあげてもらえますんで、ビギナーの人にもおすすめの渡船屋さんですんで、ぜひ SMJ を楽しみに尾鷲の海の大ちゃんと船さん遊びに来てください。SMJ は本当にこれからの釣りだと思いますんで、新しいショアジギングの価値観をぜひ皆さんも体験してください。